大きなヒラメだの。殻を見たらもう足も取れる。お刺身で食べれますよ。はい。出ますこっちのは。はい。はい。うまそう。味がついてる。酒の魚に。はい、くれました。でかい。これがうまい。おはようございます。今日は腰を。なのでですね、あんまり魚っ気は期待できません。派手な網もないかもしれません。ですが今回も前回と同じようなコースで、ちょっといろんなものをね、いろんな漁場を巡っていろんなものを狙っていきたいと思います。ヒラメは期待できないかもしれません。では行ってみます。最初から吹いてますね。しかもこっち北に変わってくれるといいんですけど。冷えたんで軽く来てますね。驚き。20度切ったらこんなに違うのか。逃がした。カニカニを一つ海の中へ。取れるかな。取れた。まだ黒エビが見えます。いつもね、だいたい10月の最初で見えなくなるんですよね。さすがにこの時期まで来るとこれはもうはっきり分かっていただけるんじゃないでしょうか。オレンジっすね。生子拾ってもいいんですけどね、ちっちゃいからちょっとやめときましょうか。2番目の方が多かったかもですね。たまにあるんですよね、このパターン。こっちは来ましたが、ヒラメは取れず。そう簡単にはいかないですよね。イイダコがとても嬉しい。爪の上です。それは。いいカニ。塩返しなんでスーパーキャッチでしたね。なんやかんや多い。オレンジが。ばっかり。全然オスいなかったんですけどね。オスばっかりになったということは、潜ってたオスが多分出てきたってことだと思うんですけど、潜ってたオスが出てきたということは
オスが活動的になったってことですよね。メスがほぼ見えなくなったってことは、もうメスが潜ったってことですね、今度は。オスが活動的になってるのは、おそらく交尾のためっていうことになってくると思うんですけど、メスが潜ったのは脱皮のためですよね。11月の中盤にメスが脱皮なんか、あんまり、この集団で脱皮なんかあんま見たことないですけど、水温高いんで、例年より秋が。もう一回脱皮するんかな、メスが。おや脱皮したんかな思ったんですよ。なんともう信じられん、未だに脱皮中。舌はまだ取れてない。ソフトシェル、これですね。一回脱皮して潜ってるんですね、麺。また音が消えたら麺出てくるんじゃないかと思いますね。これゴクゴクって言って上げてみましたけど、曲がってなくてよかった。びっくりするぐらいゴクゴクって言ったけど、麺の親じゃないですか。ナイス。そういう時間なんかな。やっぱり脱皮かな。やっぱり脱皮っすね。ぶよぶよ。まさかこの時期に麺入っても全部やわら。これは親ですね。ナイスナイスナイス。やわら、やっぱりね、やわらなんだな。これもちっちゃいやつまでやわら。やわらかな。たまにね、この時期に脱皮する遅れはいましたけど、こんな全体にメス全員ほぼ全部が今脱皮なんて初めての経験ですね。今までにはなかったですね。あ、すごいなこいつ。こいつは脱皮してませんけども、こんなちっちゃいのでも咳持ってる。うっすら。終わった。狙ってた甲斐があった。いい時間じゃないんですけどね。ガニの当たりも悪くなっとるし、でもまあラッキーでした。おるとこ通れてラッキーでした。星夜なんでハムとかは全然いませんね。でもまあヒラメの方がよっぽどいいですが。これはヒラメに親ガニに、これはビッグキャッチ。おそらくもう親はやわらではないね。咳入っとるし OK。 うわ、これなんかもうバッチリオレンジ。いやー、ちょっと筋変えてみたんですよね。ずーっとおか筋やってみたんですけど、ちょっとね、ずっとおか筋をやってたんですけど、ちょっと沖へずらしてみたんですよね。寂しくなったなと思ったんで成功でした。なんと今日も親力の高い、もうちっちゃいのは多分やわら
これはもうバッチリですね。親はさすがにもう脱皮せんすよね。これはもう来年3回卵を離したらもう寿命です。親の部屋なんだ。親なら硬い。では次がラスト網なんですけど、ラスト網がちょうど潮返しなんで、ラストもう一回ヒラメ狙ってみましょうか。ただやっぱ潮返しなんでカニの入りも良かったから悩みますけど、潮返しなんでちょっとラストヒラメ狙ってみます。ラストです。ワッサンワッサン言うてないんで、さすがに降りそうないっすね。岡側がメスが多いですね。でもやっぱりやばいな。これだけ細い。では帰ります。お疲れ様でした。星をやけどヒラメを狙いまして、どうでしたか。4つですかな。おお、持ったな。よいしょ。一匹。でもちょっと5つ行きたかったけどね。ヒラメちゃん3匹。3匹でしょ。ただこれがねじくりよる。ただいいです。ちっちゃいのが多分オスですな。はい。顎が光っている。急激にオス比率が高まりました。なんでじゃろう。メスが潜った。メス多分潜ったら。普通オス取ったらメスが出てくるんだけど、メス出てきた時はオスもう終わりなかったと思ったらまたオスだらけになって、潜っとったオスが出てきたとしか思えない。なんでじゃろう。生殖する気になったけどバリバリだと思う。ということはメスが脱皮したけれどってことだと思う。脱皮して隠れたりこと？脱皮したやつは弱いから抱っこしやすいね。逆らわないやつを狙ってる。今メスはあんまり取れんの？メスも全部ほぼ柔らかい。ただ今日は親が6枚。お、びっくりした。やっとカニが、はい、この撮影できるぐらいの量にやっとなりまして、はい、ちょっと今まで多かったけど上げてみ、これをやるのもできんかったぐらい多かったけどね。はーい、オスばっかり本当に1人。こちらも2つ。離れとるメスを持たったこれだと。ほんまじゃ、おらない。拾えるのがいないという、とっても。あとは、はい、童顔ガラヒバエビです。童顔だけどガラは結構おったけど、童顔はこれが、はい、ちょっと2つあると思うんだ。結構おるから。ということで、お疲れ様でした。はい、皆さん今日もハードワークボレーお疲れ様でした。視聴者さんおすすめのお酒続々入荷しております。前回少し登場しましたが、今日はこちらです。じゃん、カシュ剣。前々回ですね、グラッパ差し替えや、これですね、ワインを作る時のブドウの搾りかすを使って作ったブランデー。イタリアだけグラッパって呼んでいいらしいですね。これもうめちゃくちゃ美味しい S 級ランクに美味しい、自分にとってですよ、美味しいアルコールでしたが、その時にこれってもしかしてお米の搾りかすを使ったお酒もあってもいいんじゃないですかねって動画の中で言ったんですが、視聴者さんが教えてくれました。もうお酒の先生たくさんいらっしゃいます。そのお酒の搾りかすを使った焼酎の中でも一番おすすめするのはこちらですと教えてくれたのが、菊姫カシュ剣山田錦米焼酎 41% です。
いろいろ焼酎をおすすめしてくださって飲んだんですが、自分は多分米焼酎が一番口に合うんじゃないかなと思ってます。非常に楽しみです。でこれね、もうどっこも売り切れですね。なかなか手に入らない。よく我ながら販売してるところを見つけたもんだと。もうAmazon とか楽天はもう多分自分が見た時は全部売り切れでした。買いましたが、これも白となんかいろいろあるんですよね。ただ今はこれにもうなんか統一されてるみたいなこと書いてたんで、このちょっとゴールデンのやつ買ってみました。封印からすごいですよね。単式蒸留焼酎。作ってるのは石川県の菊姫合資会社。沼に入っていっております。もうグルメの方たちばっかりですからね。本当に視聴者さんと一緒に動画を作っております。臭い、いい匂いではないですね。もう自分にはなんかちょっとチーズのような感じに感じますが、搾りかすを使ってるからでしょうか。今日もにゃんこと肉球でもうちょっと入れましょうか。香りはね、やっぱりウイスキーとかと、ウイスキーやブランデー、バーボンと違ってね、いい香りではないですね。いただきます。おー、すごいコク。深みがすごい。おすすめしてくださる理由がわかります。まさに豚骨ラーメン食う前臭いけど、表現悪いですけど、豚骨ラーメン食べる前臭いけど食うともうコクすごくて美味しいみたいな。いや、芋ではない。本当にもう飲むとね、もういい香り。熟成ですよね。いくらだったかな、値段。確かね、5800円だったと思います。今まで飲んできた米焼酎のようにお米の香りは特別にそんなにプンとは来ない。で来るんですけど、今までのがすごすぎた。お米の香りもしっかりしてますけど、それほど強くないですね。酒粕とハーブを混ぜたような米焼酎。これですね、鳥飼。そしてブラックストーン、9代目宮本ね、米焼酎。こちらが酒粕とハーブを混ぜたような感じの味わいが、もうお米の香りがね、酒粕の香りがすぐくるんですけど、そういう感じではなくて、本当どちらかというとこっちのような9代目宮本のような熟成香りですね。いや、9代目宮本とちょっとやってみます。これ比べるのはね、多分もうこれではないですね。比べるとしたら多分もうこれだと思います。初めて飲んだ時はこれもデーレ衝撃的だった9代目宮本。9代目宮本も相当美味しいんですけど、溶かしていただきます。でもうまいな、やっぱり。別種の美味しさですね。これは味わいがある。9代目宮本の方が香りがいい。カシュー剣の方が奥深い。これはどっちとかないですね。味わい方が多少違うようなお酒でもこっちが好みですはあるんですけど、これはちょっとなしということで、別物ということでいきたいと思います。はい、できます。じゃーん。鍋となっております。やっぱ爪が一番美味しいでしょう。こちら芝エビ。芝エビはプリッと押せば出てくるから簡単ですよね。確かに入れますか。何エビを追加して。塩はどれいきましょう。今回選ばれたのはフランスの4大製塩地の一つゲランドでした。だし味の強い塩です。何にでも使えます。めっちゃうまそう。はい、では雑炊、カニ雑炊です。ありがとうございます。カニ雑炊いただきます。熱っ。これは多分他のもう熱いですよ。調味料いらない。もうだしだけで十分です。熱い。絶対熱い。あと大根葉がめちゃくちゃうまい。大根葉大好きです。意外にね、大根葉皆さん食べないらしくて、自分小さい頃から食べたんで当たり前かと思ったんですけど、大根葉浅漬け最高。いただきます。だしがめちゃくちゃうまいです。今夜も夕食最高でした。今回もご視聴ありがとうございました。これ胡椒ダメかな、無理。胡
胡椒いってみよそうか。う。なんとなく合わん気もするけど、チャレンジしてみましょう。はい。いや、でも胡椒ダメか。なんか、だしの味、損なそうやもんな。もう香りからしてダメやな。ない方がいいです。